こんにちは。お元気ですか？今日は、6月28日の土曜日ですね。もう暑いですよね。もうエアコンがなしではいられないくらい暑い日々になってしまいました。これからね、夏真っ盛りでどんどん暑くなってくるかと思うんですけれどもね、これくらいまでがいいですね。夏の暑さはこれ以上暑くなっちゃうとね、もう35度超えてくるとやっぱりちょっときついですよね。エアコンとかもいつ壊れるのかなぐらいな、ちょっとエアコンが心配になっちゃうぐらいじゃないですか。私はね、もう基本的に家でこのお仕事的なこともあの家でしてて、一切外に出ないので、外に出るのがね、食料を買うためにスーパーに行ったりとか、たまにコンビニに行ったりとか、ほんとそれくらいしかないので、基本的にはもう一日中家に行って、もう真夏になったらね、夕方も別に涼しくないし、朝方も涼しくないし、エアコンがなかったら生きていけないみたいな感じになっちゃうんですよね。だからもうちょっとね、気温がエアコンなしじゃ生きていけないっていうのはちょっとね、生きる土地としては不自然なので、無理すれば生きていけますけど、ちょっと今ぐらいの暑さと湿気とかだとね、無理して生きてると体調を壊すレベルなので、ちょっとあれかなっていう感じですよね。さて、最近ね、2日前とかにね、カフェに行ってきましたよ。家から歩いて行けるような近所のカフェですけれどもね、月に1回は外出しようっていう風に決めてね、もうあんま気乗りしなくても絶対に月に1回は行こうっていう気持ちを持ったので2日前にちょっと行ってきましたね。カフェに行って、そこでコーヒー飲んでケーキ食べようかなと思ったんですけども、コーヒーゼリーにしちゃいましたコーヒー尽くしなんですけど、そこはちゃんとね、そこのカフェはちゃんと近隣のコーヒー豆のロースターさんのところのお豆を使ってるので、ちゃんとした美味しいコーヒーを出してくれてるんですよね。で、そこのスイーツとかもね、ちゃんと店主さんが手作りをしてるものとかなので、とっても美味しいんですよ。で、その選んだコーヒーゼリーっていうのも単純にゼリーが乗ってるだけじゃなくて、ちょっと簡単なパフェみたいな感じで、コーヒーゼリーと生クリームとあの自家製フレークっていうのかな、手作りのフレークとなんかナッツとか入っててすごく美味しかったですね。ナッツと小麦粉みたいのでビスケット調な感じもなってて、その上にちょっとアイスも乗ってたかな。そうそう、だからね、すごくこう美味しかったです。で、コーヒーゼリーは全然甘さがね、ほぼ甘さがないっていうくらい甘さ控えめで、それもとても私好みでね、美味しかったですね。今度行った時はケーキみたいのにしたいなと思ったんですけど、たまたまね、その日は私がこう今日このケーキだなっていうちょうどいいケーキがなかったんで、コーヒーゼリーにしたんですけど、美味しかったです。家からご近所って言っていいかな、ご近所ぐらいの近さなので、メイクとかも全然せずにすっぴんで行って、しかもいつも家で着てる家着の T シャツと、下は短パンはさすがにあれなんで、この前島村で買ったコクーンタイプのゆるっとしたズボンを履いて行きましたね。だからもう全然こういつもスーパーとかコンビニ行く時の服装と一緒近所だからいいっしょって感じ。まああのなんだろう、本当だったらこの月に1回外出する時は、その少しね、こう身なりっていうかな、ある程度ちょっと外出着、そんなおしゃれじゃなくてもいいから、ちょっと外出着を着て、あと軽くファンデーションとか眉毛とか口紅とかね、それくらいの軽いメイクぐらいはする方がいいだろうなと思うんですけど、そうやってね、徐々にこう
なんていうか普通の社会生活を取り戻していきたいというかね、引きこもりからこのいろいろなこう興味を持つ第一歩としてね、そういうのも楽しめるようになってくるといいなと思ったんですけど、とりあえず面倒くさいが勝っちゃって、まあとりあえず外に一回行けばいいやみたいな感じでね、とりあえず多いな、カフェに行ってお茶をしてきてね、久々にこのカフェの空間を楽しんでリラックスして、人が入れてくれたコーヒー、人が作ってくれたスイーツを食べてね、のんびりできてよかったなっていうふうに思いました。まあ最近はそんな感じでカフェに行ったっていうことが今年のじゃないや、今月の目標一つ達成したぞっていう感じで、まあ来月もね、カフェ、もしくはランチとか夕ご飯とか何でもいいけど、とりあえず1回でも外に出るとかね、そういうのをしたいなっていうふうに思いました。なんとなくカフェにいながら思ったってほどの大したことじゃないんですけども、ふと最近こう思うこととして、カフェとかでね、こう一人でカフェに行って、まあ夕方ぐらいに行ったのかな、4時台とかに行ったんで、結構人も空いてるいい時間で、こうふらーっと行って、こう注文したりとかして、なんかもう本当にこうちょっとだけ店員さんと話したりするじゃないですか。なんとかコーヒーとこのコーヒーゼリーとお願いしますとか、なんかそういう会話くらいなんですけど、でコーヒーとかを持ってきてくれて、どうぞって置いてくれる時に、ありがとうって言ったんですよ、私が。でなんてことはないんですけど、ふとその時に、私ちょっと年齢層が結構上になったんだなってふと感じたっていうか何かっていうと、私が20代の頃とかだったらございますつけたと思うんですよ。こう飲食店とかで何か注文して店員さんが持ってきてくれた時に、ありがとうございますとか、ありがとうとか言うじゃないですか。言わない人も結構いると思うんですけども、言わないことがマナー違反とか全然そんなことないと思うんですよ。ちょっと黙礼するとかね、なんていうかこう雰囲気でどうもみたいな、ありがとうみたいな感じでも全然いいと思うんですけども、結構私はありがとうっていうタイプなんですね。若い頃に関西人の友達とかができた時に、結構関西人がそういう時に必ずありがとうみたいな感じで言ったりとか、あとはこの飲食店とかじゃなくても、なんか買い物した時の買い物かな、飲食店でお金を払った時のレジとかで、なんとかのお返しでございます、ありがとうございましたみたいなことを飲食店とか、他のお店の人が言った時とかも、ありがとうみたいな感じで、普通になんかありがとう挨拶するんだなみたいな、結構そこが関西人とちょっと関東人として生きてきた私としてはへーって思って、なんとなくね、私もこうなんかこう感化されてってほどはあれじゃないんですけど、なんかこう確かにありがとうみたいなこと言った方がちょっと座りがいいなっていうかね、なんか思って、なんとなくこうありがとう的なことをね、そういう時にも言う癖が自然についたんですけども、ただね、こう20代とか30代の時とかは、例えば飲食店でこう料理をサーブされた時とかは、ありがとうございますみたいな感じでございますつけてたんですけど、最近はありがとうみたいな感じでございますをつけないことが、その飲食店の雰囲気とかにもよりますけど、が増えたかもなって思ったんですよ。っていうのもやっぱりね、このなんて言うんだろう、こう外でこうお店の人とかとこうなんか会話をするときに、自分が結構年上の立場になってきてるから、結構ありがとうございますっていうよりも、結構なんていうのかな、もう年をそこそこいった人のあれでありがとうっていう感じで済ませてるなっていうのをふと感じました。だからそこで私も年取ったなっていう悪い意味じゃなくて、私もそれくらいの年代になったんだなって思いましたね。でもちろん傷つ
気をつけてるのは、そのございますつけないありがとうの中でも横柄な感じにならないようにっていうのは自然に気をつけてはいますね。なんかこう人を相手に対してサービスとかを提供してくれた人に対して金払ってるから立場が上みたいな、そういう感じにならないように、あとは自分が年上だからちょっと年上の人間っていう年上マウントみたいな雰囲気にならないように、ちょっとなんていうのかな、年上だからこそちょっとほんのちょっと愛嬌をエッセンスに含ませるような感じで、ありがとうみたいな感じで言うみたいな感じにしてますね。そうそう、だからなんて言うんだろう、逆を言うと、私ちなみに今48歳ですけども、例えば店員さんが20代とか30代の方とかも多いじゃないですか。で逆を言うとなんですけども、ありがとうございますっていうよりも、なんていうのかな、それくらいの年齢の人が若干愛嬌を含ませた感じでございます抜きでありがとうっていうと、逆にちょっとフレンドリーなというか、一歩歩み寄った感じに雰囲気になるかなっていうのが多分心のどっかであるんだと思うんですよ。だから上からとかじゃなくって、ちょっと年上の自分がなんていうのかな、もう世の中にもある程度生き慣れてきてる私たちがなんていうかな、その辺はある程度馴染んだ世の中でリラックスした感じで自然にありがとうみたいな感じで言ってるっていう風に思いましたごめんなさい。なんかね、何言ってるか伝わってるか伝わってないかわからないけれども、そんな感じです。で、なんだろう、その関連になるのかわかんないけど、ちょっと前に私この前市役所に行って、マイナンバーカードの受け取りをしてきたんですよ。今更ながらマイナンバーカードをねネットで発行して、で近くのこの役所みたいなところに取りに行ってくださいみたいな通知のハガキが来たので、そのハガキを持ってカードをね、マイナンバーカードを取りに近くの市役所に行って取ってきたんですけれども、その時ね、近くにそのマイナンバーカード受け取りのエリア、そのブースみたいなところに私以外に待ってたりとか、もしくはもうすでに手続きをしている途中の中でおっさんがいたんですよおっさんっていうか、なんだろう、多分雰囲気的に定年退職をして結構すぐぐらいな感じに見える年代のおっさんかな。夏だったからね、シャツ、そんなじっと見てないから覚えてないんですけど、多分柄っぽいシャツを着ていて、で短パンでスニーカーとかだったかな。そのだらしない感じじゃなくて、なんだろう、結構小綺麗なシャツだからね、襟もついてたし、そのシャツはズボンにインせずにラフに外に出してきて、で短パンにスニーカーで頭はキャップみたいのをかぶってて、でもそんなカジュアルにはなってなくて、なんかもしかしたらちょっとちゃんと見てなかったから分かんないけども、もしかしたらその私服のどれかがゴルフウェアのものを私服でも着てる何かだったかもしれないですね。そういうおっさんだから、ちょっとしっかりサラリーマンで勤めてたおっさんなんだろうなみたいな雰囲気がありましたどっちかっていうと清潔感は、ある方なのかなっていうふうに今思い返してみるとね、その絵の部分をね、自分の視界でパシャッと写真を撮ったとしたら、その絵を思い返した時に思った感想なんですけども、いや、そのおっさんだから年の頃65くらいかな。だからおっさんって言ってもまだ元気な年代のおっさんですよが、市役所とかでこの相手の係の人が座ってて、テーブルみたいな机があって、その対面で座るじゃないですか。それをちょっと斜めに座って横の壁に少しもたれかかっててる感じで、なんだろう、足を組んで
この足首の部分が膝にくるような4の字固めみたいな感じの形の軽く足を組む感じでこう話してたりとかして、ちょっとね横柄っていうと行き過ぎなんですけど言い方が、ただちょっとこうもしかしたら会社で部下に対してもああいう感じの人だったんかなみたいな、もちろん昭和を生きてきた世代だと思うので、ちょっとこう偉そうにしちゃう癖が、偉そうにしてるつもりもなくてもちょっとなんかそういう雰囲気取っちゃう人なのかなっていうふうに思ったりとかして、わざわざ見てないですけど視界の右端ぐらいに入っちゃうみたいな、私が草食動物だったらこうなんかこう端っこの方にこうなんかが映ってるっていう、そんなイメージです。ちょっと全然逆に分かんなかったかな、すいません。なんかそんな感じで、そのおっさんがその市役所の係の人と話してる時がなんか普通になんか不機嫌とまではいかないけど、ちょっとこうちょっともしかしたら少し不機嫌だったのかな。なんかはいとかじゃなくてあーとかとかは言わなかったかな、あーとか、なんかこうとにかく敬語は使ってなかったですね。デスマス調はなかったですね。でこう敬語じゃなくても、例えばおっさんによってはその身振り手振りとかで敬語じゃないけれどもちゃんと相手に敬意を示してるっていうのあるじゃないですか。私のさっきのカフェの例でもそうなんですけども、ありがとうの下にございますつけてなくても雰囲気でこう親しみを出すためにとか、そうじゃなくても、普通の会話の中でもデスマス使わなくてもなんていうか、ちゃんと相手にねちゃんとなんかこうなんていうんだ、ちょっとなんかつまりリスペクト的なものを当たり前に持っているとか、ちょっと日本語がうまく逆になんていうんだ、敬意を敬意ちょっと言い過ぎですね。なんかそういうのってあるじゃないですか。とにかくそのおっさんの感じがなんかね、ちょっとこう自分がこう聞いてたりお願いしてたりするこう立場にもかかわらず、ああいうおっさんいるなっていうふうに思って、別にそのおっさんを責めるほど思ったわけじゃないんですけども、なんかこう年齢が高くなるとこう逆にね、若い頃のこの気持ちのまんま年だけ取っていくと、年を取ったことによってなおさらこう横柄に見えちゃったりとかすることって出てくるだろうから、逆にそこは前よりも気をつけなきゃいけない部分とか、相手に気を使わないといけない部分とか、そういうのは出てくるんだろうななんていうふうにこうふんわり思ったというか、思ったっていう意識すらないぐらいの感情でしたね。今こう思い返してこの頭の中で再生してみると、そういうふうに思ったっていうぐらいで、その時にはそういう雰囲気のそよ風が心を吹いたぐらいの感情しか出てこなかったけど、今ちょっとカフェのお話からそのおっさんのことをなんとなく思い出したので、なんとなく言ったっていうことなんですけれども、すいません、着地点がちょっと分かんない。だからこう年齢とともにそういうこう対人間に対してのこう関わり方とか、そういうのをね、良くも悪くもそういうのも変化してくるんだなっていうことを思ったっていうことですね。この私が例えば35歳の私が同じ言葉で同じ態度で接しているのと、今現在の48歳の私が同じ態度と同じ言葉で発しているのだと、全く同じ言葉を発していても相手にとってのこの印象っていうのはね、変わってしまうことってあると思うので、それは悪いことだけじゃなくていい意味でも変わることはあると思うんですけれども、ただそういう変化があるっていうのはね、なんとなくこう自覚しといてもいいなと思って、そんなネガティブに感じてるわけじゃなくて、それもある意味この世界でこう生きていく上で面白い事象の一つかなって思ったっていう感じですね。そんな感じです。あとは最近ふと思ったことは、前回の動画でもちょっと言いましたけども、
藤子ヘミングさんが亡くなられてたことにちょっとびっくりしたっていう話をしたんですけれども、で前回の動画で喋り終わった後に、あれちらっとネットで見ただけだったけど本当に藤子ヘミングさんってお亡くなりになったんだよなと思って、その後ねネットでちょっとパパパッと検索してみたら、やっぱり藤子ヘミングさんお亡くなりになってたんですよね。ピアニストのですね。で年齢が92歳だったみたいで、ちょうどお亡くなりになってから1年ぐらい経ってたみたいなんですけれども、だから92歳だったんだと思って、だからまあいわゆる大往生ですよね。別にお若くして亡くなったわけでもないし、まあ晩年ね多分お亡くなりになる1年前ぐらいとかでもこうちょこっとピアノは弾いてらっしゃる、そういう映像も見つかったりとかしたので、いろいろ検索してたら、まあ、ピアノにね、ピアノと共に人生を生きて最後までピアノと生きた方なんだななんて思ったりとかしましたね。それでなんとなくこうそういうね自分が昔から知ってたりとか生活の中でなんかこうちょっと関わりっていうか直接関わってないですけど、例えば藤子ヘミングさんだったら私結構一時期CD 聴いたりとかしてたとかね、そういう関わりですね。そういう方がもうお亡くなりになっちゃうくらい自分もね年を取ってきてっていうか年数を重ねてて、そんなにこうね時間が流れたのかっていうのを実感したりとかするんですよね。でその同じような感じでこう思うのは、最近 YouTube ってここ10年ぐらいですごいこう日常に入ってきたじゃないですか。 YouTube 普通に見てそれでこう最近こう今までは本の著者の人とかで本とかでしか知らなかった方が YouTube とかでなんかでこう出たりとかして、インタビューとかあとなんかの対話のあれとかで出たりとかして、実際にそのお姿を目にできる機会とかができたりして、この人こういう感じだったんだとか、写真とかでしか見たことなかったけどとか、ちょっとなんかそういう方が見れて嬉しいっていうのありますよね。ちょっと前に言ったかな、作家の宮部みゆきさんとかもYouTube で喋ってらしてるのを見たし、あとねこう最近でもないか結構前だけどでも最近 YouTube によく出てる有名な方で作家さんでもある加藤泰造さんっていう方のもう YouTube で結構ちょろちょろチラチラ見たりとかして、加藤泰造さんってまだ失礼だけど生きてらっしゃったんだ、わあ嬉しいな見れてっていうのがあったりとかして、もう結構なお年だろうなっていうのはなんとなく思ってて、だからなんかその YouTube で見つけた時にすごい嬉しかったですね。でちょっとググってみたら今87歳ぐらいですね、今現在で。結構私ごめんなさい、加藤泰造さんって本屋さんとか行くといっぱい本とかあるんで本読んだ方もいると思うんですけども、なんだろうこう心理学みたいな、人間学とか社会人間学みたいな感じかな、そういうのを書く方なんですよ。偉いところの大学とかの先生だと思うんですけども、で結構私20代10代下手したら10代ぐらいからだな。何せこの加藤泰造さんいっぱい本出してらっしゃるので、多分私10代ぐらいから普通にたくさん読んでたと思うんですよね。多分こう最初はこう知らずに作者の方の名前なんか見ずに本屋に行っていろいろパラパラ見て、これ読みたいなっていうのを買ってきたりとか立ち読みとかするけれども、そのうちに結構私同じ作者の方の本読んでるなとか、そういうのがなんとなく分かってきて、それでこの方は加藤泰造さんなんだっていうふうに作者の方の名前を認識してみたいな感じで、そういう感じでこう若い頃から自然にこうそばにあった作家さんじゃないな、作家さんなんだろう
心理学系の先生だから、自己啓発的な部分も書くけど、自己啓発っていうとちょっと違うか、生き方とか人間関係とか、あと最近だとうつとかね、そういうメンタル的な部分でのこう本とかをすごく数多く書かれてる方なんですよね。で結構、20代とかね30代とかの時もね、結構ねもういろいろこう私も人生にめちゃめちゃ悩んでたりとかしてたんで、加藤泰造さんの本をねこう何回も繰り返し読んでっていうこともあったりとかしたんですよね。だからそれがね、ここ近年こう YouTube で加藤泰造さんのお姿がね見れたりとかして、すごい嬉しいなと思いました。本とかの裏表紙のところに作者の方の写真が載ってたりとかするので、それはもちろん見たことはあったんですけども、実際に動いて喋ってるところを見られるって YouTube ってすごいなって思いましたね。で実際こう見てみたら思ったよりなんていうのかな、こう物腰の柔らかい高校野っていうか、ね、ちょっと失礼かな、なんかそういう感じのおじいさまで、とても素敵な感じでしたね。なんていうかこう、確かに加藤泰造さんの書く本っていうのはこう本当に親身にこう苦しんでる人に寄り添ってくれる感があるというかね、そういう本なのでね、すごくこう間接的にねたくさんの人を助けてきた方だろうなって思いましたね。そんな感じで加藤泰造さんとかこれは生きててよかったなっていう感じなんですけど、ちょっと失礼な言い方なんですけど、でなんかそんな感じでちょっと待ってと思って、よく考えたら、じゃあ私が昔から結構気に入ってたというかね、この人の本というか知識というかね、そういうのは結構いいと思って何個か本を買ったりとかしてた、そういう先生とかまだ生きてるかなと思ってちょっと検索してみたんですよ。まずね、一人が藤田浩一郎さん、浩一郎先生と言った方がいいのかな。それも医学博士とかなのかな。結構私この方の本も好きで、加藤泰造さんと同じで、なんか本屋とかでいろいろ物色しているうちに気に入って買ったりとか読んだりとかしてるうちに、結局またこの方の書いたやつだみたいな感じで、藤田浩一郎先生ってね、有名な本だと笑う海中っていう本がありますね。これは私がすごい若い頃からよく図書館とかでもあったんで、すごいベストセラーになったと思うんですけど、藤田浩一郎さん、この方は寄生虫博士とか呼ばれてた人だったかな。いいや、とにかくね、この方の本とかは私結構影響されてるっていうかね、結構私がこう日常的な健康を保つ上で気をつけてるというかね、そういう考え方のベースに結構なってると思います、この人の本とか。腸内環境とかね、腸内細菌系の本とかねを結構書かれたりとかしてるので、でね、この藤田浩一郎さんまだ生きてるかなと思ったらね、やっぱ亡くなってましたね。もう5年ぐらい前に亡くなってて、わーと思って、確かにね本屋に行っても新しい本ないなと思ってて、ちょっとそれ以来なんとなく探すことすら忘れてたんですけど、そうだからもう亡くなっててね、残念だったけど、とてもいい本を書かれてて、引っ越したりとか、私がこう前の家から引っ越したりとかする時にこう本とかってそこそこ処分してくるんですけれども、それでも処分はちょっとできずに、ちょっと手元に置いときたいなっていういくつか抜粋した本の中に一冊この藤田浩一郎さんの本があって、そのタイトル的には一生太らない体を作る超健康法。腸ってこの胃腸の腸の方ですね。超健康法っていうやつがあって、この本すっごく面白いんですよね。ダイエット系の本っていうよりも腸内環境とか腸内細菌とかの本ですね。ただ亡くなられてしまったので、
そうそう、だからまあ残念だけど、まあそういうね、日常的に結構こう私にとっては推しの医学博士の先生だった方が亡くなってたなと思って。でね、そのそういうなんだろう、医学健康系でもう一人推しの先生がいたんですけどその先生生きてるかなと思って、そっちもググってみたんですね。その先生はアボトール先生っていう先生で、私、ずっと安保だと思ってたんですよ。間違ってた。新潟大学の安保先生って勝手に思ってて、巻末の作者紹介のことか見てて、アボ先生でした。アボトールさんっていう方も亡くなってたんですよね。で、亡くなってたのかと思って、そうそう、その先生はね、もう9年くらい前かな、もう亡くなってて、確かに新しい本とか出てなかったわと思って。そうそう、このアボ先生もすごくいい本を私にとってはね書かれてて、ちょっと見つかんなかったんですけど、家の中にねこの本が一冊多分手元に残ってると思うんですよ。藤田浩一郎先生と同じで、前の住んでるところから引っ越してくる時に処分できなくて手元に置いといた本の中で、多分阿保先生の本も一冊あると思うんですけど、ちょっと見つかんないからあれだけど、タイトルはね、人ががんになるたった2つのことかな。とにかく人ががんになる原因はたった2つの原因ですよみたいな、結局はこれなんですよみたいなことが書かれてる本で、それもねすごくこう代謝のこととかが書かれてて、ミトコンドリア系とかね、解糖系とかね、糖質をエネルギーにするとかね、ミトコンドリア系でエネルギーを生成するためのとかね、そういう詳しい内容が書かれてて、だからもうお亡くなりになって10年近く経つってことは結構前に私も買ったと思うんですけど、結構その内容がすごく良くてね、その時の健康というかね、体のことに関するその考え方っていうのは今でもベースになってるなって思いますね。 YouTube とかでいろんな先生とかが新しい考え方とか新しいこととか最新医療のこととかいろいろおっしゃったりとかしますけれども、その十数年前に書かれた阿保先生のものをいまだに新しいなって思ったりとかしますね。ちなみに人ががんになるたった2つのことは、すっごいざっくり言っちゃうと、体温が低いこと、低体温なことっていうのと、あと酸素不足なことですね。酸素がしっかり体に取り込めてないことっていうことですね。だからそれをそういうのを改善するために生活習慣とかね、そういうのをするといいんですけれども、でもねこの考えはねすごくこう確かにいろんな他の本とか読んでもなるほどっていう風につながってくる部分とかあって、すごく納得できる内容でしたね。これも全然古くはないって思いますね、内容的に。あと本とかでいいのはね、この先生が書いている学術的な論文とかね、そういうエビデンス的なものが巻末にちゃんと載ってるっていうことと、あとその研究自体とかをね、著者の先生ご本人がされてたりとか、そういうのもあるので、かなり信憑性は高いし、あと、もちろん医学とか科学とかもですけれども、それが本当に正解なのかどうかっていうのは永遠に結構わからない部分っていうのはあるとは思うんですけれども、ただねすごくすごく確信を得ている内容だなっていうふうに思ったりとかしましたね。なんかちょっと話は結局あっちゃこっちゃ言っちゃったんですけども、そういうふうにね、私が結構若い頃から日常的になんとなく本とかいろいろ助けられたりとか、ちょこっと影響を受けたりっていうと言い過ぎかもしれないですけども、なるほどとか、これはなんていうかね、使えるとか、これは納得できる、納得できるとかいうその情報とか、そういうふうに思って好んで読んでいた本とか
の先生とかですね。だからその考え方とかその情報とかね、こう影響を受けるってほどじゃないけど何パーセントかは自然にインストールされてるだろうなって思ってるんですよ、今の自分の考え方のベースに。そういう方たちが気が付いたら亡くなられてると。だからなんだろう、その方たちがこの50代とか60代とかちょうどね、その知識的にも人間的にも成熟して、そういうなんていうのかな、そういう立場から書かれた年代の時ってちょうど私もこの20代だったりとかしたと思うんですよ。確かにね、その頃から2 30年経ってるので、その頃影響を受けた先生方がお亡くなりになってても全然おかしくないなって思ったんですけど、ただそういう年になったんだなっていうふうにしみじみ思ったっていう、なんか別に自分が年取ったからっていうネガティブな感情じゃなくて、なんていうのかな、この先生もそういうお偉い先生も私も平行移動みたいにこの年齢が流れていってるっていうのをね、なんとなくしみじみ思っちゃったっていう話でしたね。あと加藤泰造先生はね、もう87歳ぐらいだとは思うんですけれども、また YouTube とかでねいろいろ出てほしいなって思うし、また久々にねこの加藤泰造先生の本新しいのとか出てたらちょっと読んでみたいなっていうふうに思いましたね。ここ数年はねやっぱりどうしてもネットとか YouTube とか SNS とか情報がね簡単に手に入っちゃうことが多いので、本屋さんで本から情報を得るっていうことが少なくなっちゃったんで、でもこの加藤泰造先生の本とかねまた読んでみたいなって思いました。なんかそれでなんとなく思い出したんですけど、結構加藤泰造先生の本ってほぼ全部くらいな勢いで文庫本になってるんですよ。だから若い頃とかでもね、私も500円くらいで買えたんで結構気軽に買ってたんですけれども、あとねもう一つ気軽に手に取れる状況だったのは、当時ね私がアラサーぐらいかな、33、4くらいの頃は、いやもう20代後半くらいか、だから今から15年から20年ぐらい前の頃、コンビニに行くとねペーパー版の本がねすごくいろいろ売ってた時代があったんですよ。あれちょっと待って、今でも売ってるかもしれない。でも今は漫画が多いかも。なんかだからその15年とか20年くらい前に結構ねコンビニでその加藤泰造先生の本がペーパー版で売ってたりとかして、だからねそれで結構気軽に買ったりとかしてたんですよね。ちょっとコンビニによって何か買った時にぐるっと見るじゃないですか。でその時加藤泰造先生の本とか読むとその本の題名とか、あとは中をパラッと見れた時はパラッと見たりとかして、なんかすごく読みたくなったりとか、やっぱその時もねいろいろ大変なことがあったりとかしたらね、やっぱ加藤泰造先生の本にすがるように買ってしまうみたいなのがねあったりするので、そういう環境もあって結構気軽にコンビニでも本買ってたなっていうのを思い出しました最近本買ってないなって感じですけど、またちょっと本買いたいかなって思ったりしましたね。それでちょっと思い出したんですけど、なんかちょっと私結構例えば人によってはストレスが溜まったりとかすると買い物して発散するとかあるじゃないですか。なんか気分転換に買い物するとか、嫌なことあったから買い物するとか、ムカつくことあったから買い物わーってするとかね、買い物っていうのあると思うんですけど、私はあんまりね買い物でストレス発散できないタイプで、この洋服とかなんやとかもやっぱ選ぶのにねいろいろじっくり選びたいタイプなんでしょうね。だから頭がわーってなってる時はね逆に買い物できねえみたいな感じになっちゃって、でもなんかいろんなものをバババって買いたい時とかは本か下着を買うようにしてます。なんか衝動買いだ、ちょっとこの言葉が出てこなかったわ衝動買いしたくなった時は本か下着をするようにしてるんですよ。
でなんかこれもなんだろうな、本とかだったら1万円分くらい買ってやるって思ってもね、結構いっぱい買えちゃうんですよね。ハード版の高いやつとかでも2000円とか2500円じゃないですか。でハードのやつで読みたいものがいっぱいあるとは限らないんで、文庫系とかね、この新書とかね、いろいろこう買っても45冊買っても1万円いかなかったりとかするんで、結構衝動買いはね、こうでかい書店に行って買い物かごをバーって取って、ちょっとでも気に入ったやつをどんどんこうバッ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 ってこう入れてって、大人買いするとね、すごくこうね、してやったりな気分になりますね。買ってやったぞみたいな。洋服とか買うよりも安く済むし、なのにいっぱい買えるし、しかも冷静になっても意外とそれが自分の血肉になる内容だったりとかするのでなんかいいかなと。あとね、下着もですね、下着って絶対にこう普段必要なものじゃないですか。だから下着をこう衝動買いして、あれもこれも買ってやるってやっても、意外とその後買ってよかったわっていうことになるので、無駄にならない。そうそう、無駄にならないから、こう何か頭がこう何も考えられないけど、こう買ってやるって気分になった時は本屋か下着屋に行くようにしてるっていう、ちょっとどうでもいい話でございました。ということで、それではまた。